皆さんこんにちは。メイです。私の日本語クラスルームへようこそ。皆さんは日本の政治について知っていますか？政治について日本語で話せますか？今日のレッスンでは日本の政治について簡単にお話しします。頑張って分かりやすくシンプルにお話しするので、ぜひ最後まで聞いてください。まず日本の政治のトップリーダー、誰かわかりますか？日本の政治のトップのポジションは総理大臣と言います。今の日本の総理大臣、誰かわかりますか？または、今じゃなくても前の総理大臣、誰か知ってますか？最近有名なのはやっぱり安倍晋三さんですかね。安倍さんはとっても長い間総理大臣をやっていました。でもなんでこの安倍晋三さんが世界的にも有名かというと、残念ながら安倍さんは暗殺されてしまいました。2022年に暗殺されました。ちなみにこの2022年に安倍さんが暗殺された時にはもう総理大臣は辞めていました。これわかりますか？漢字の暗い dark と殺すを合わせて、暗殺すると言います。日本の総理大臣で暗殺されてしまった人は何人かいます。例えば日本の一番最初の総理大臣は伊藤博文という人でした。彼も暗殺されました。特に大正時代と昭和時代は結構暗殺が多かったです。最近はとっても珍しいですね。いいですか？ではまず日本の、政治の一番大切なポイントは日本は民主主義です。民主主義国家と言います。これは皆さんきっとわかりますよね。民主主義のポイントは大丈夫ですよね。その国に住んでいるみんな普通の人、私たちみたいな普通の人が、政治について決める。その国の大事なことについて決めるというシステムですよね。で他の、民主主義の国たくさんありますよね。他の民主主義の国と同じように日本の国の力
国のパワー、権力って言うんですけど、ちょっと難しい言葉だと、その国の権力は、3つのセクションに分かれています。その3つは、一番大事なのは国会と言います。そして内閣があります。あと裁判所です。まず国会は法律、難しいですねこれ、法律と言います。国会では法律を作ったり、また変えたり、またはやめたりすることができます。あと国のお金のこと、国の予算っていうんですけど、国のお金をどうやって使うかを国会で決めます。でこの内閣で実際に国会で決めた予算とか法律を使って実際にそれをやります。実行します。この内閣の一番上、リーダーが内閣総理大臣、さっき言っていた総理大臣ですね。で最後、裁判所は多分みんな大丈夫ですよね。裁判所です。この3つのセクションに権力を分けて、パワーを分けて、このバランスをとっています。で一応この中で国会が一番大切、国会が一番強いと言われています。なんでかっていうとその国会のメンバーは国民、国会のこのメンバーは日本に住んでる人たちの中から選挙で選ばれたメンバーだからです。なので一応国会のメンバーは普通の人、市民の代表と言われています。そしてこの内閣、このトップはさっき話した総理大臣です。でそうだ、言うの忘れてしまったんですけど、今の日本の総理大臣は岸田文雄さんという方です。岸田文雄さんが今の日本の総理大臣です。ただ最近ニュースになったんですけど、岸田さんはもう総理大臣のポジションを辞めるそうです。なのでまたこの国会のメンバーの中から次の総理大臣を選ぶ選挙をやります。でちなみに総理大臣をやる時間、総理大臣になる期間は決まってません。ほとんどの人が自分でもうやめますって決めてやめます。なので総理大臣、昔の総理大臣も人によってすごく長くやった人もいるし、めちゃくちゃ短い人も
います。今のところ一番長く総理大臣をやったのはさっき言ってた安倍晋三さんです。そして日本の総理大臣、昔の総理大臣も全員今のところ男の人、男性です。まだ日本で女性の総理大臣はいません。で、この内閣のトップが総理大臣なんですけど、その下にまたいろいろな大臣がいます。例えば教育のことを決める人たち、日本の学校のことを決める人たちとか、環境についての大臣とか、経済とかいろいろなセクションがありますよね。これが内閣です。で、ちなみにさっき総理大臣はみんな男の人しかいないと言ったんですけど、実はこの国会のメンバーも日本はほとんど男の人、男性です。国会のメンバーで女の人は約 16% です。これは他の国と比べてもかなり低いです。ちょっと女性としてとっても悲しいです。いいですか？このビデオでは日本の政治についてとってもシンプルに簡単にお話ししました。もっと詳しく知りたいという人がいたらぜひコメントで教えてください。もし見たいっていう人がいればもっと詳しいビデオも作りたいなと思います。ではここまで見てくれてありがとうございました。よかったらこのビデオの like とサブスクライブをしてください。じゃあまた。